皆様、本日はですね、とっても簡単に作れる鶏胸を使った無限やみつきサラダ作っていきたいと思います。はい。今回はね、超低糖質な上に安くて簡単で美味しいレシピになってますので、ぜひ皆さん試してみてください。ということで早速調理に移りたいと思うんですけども、で、こちらの鶏胸肉なんですけども、冷蔵庫からすぐ出して使うんじゃなくて、少し冷蔵庫から出した後、時間を置いてね、軽く常温に戻してから、使ってください。そうしないとね、調理に時間がかかるっていうのもあるんですけど、パサつきの原因にもなりますんで。はい、ということで、まずは、この鶏の皮ですね。こちらを取ります。はい。はい。で、こちらの鶏の皮は、僕はこれから冷凍保存するんですけど、皆さんもね、たくさん貯めて冷凍保存して、僕たちが前作ったね、鶏皮の美味しいレシピがありますので、そちらをぜひ参考にしてね、作ってみてください。概要欄にね、一応 URL 貼っときますんで。はい。で、これは捨てずに取っとくと。そうしたら、フォークを使って軽くぶっ刺します。プスパサッと。早めに火が通るようにね。今回は火を使わずレンチンでね、簡単に作れるようにしたいんで、こんな感じにします。はい。軽く、フォークでね、プサプサプサっと刺したら、そしたら、耐熱容器に入れて、軽くお塩。小さじ1もいかないぐらいの軽くお塩。一つまみぐらいかな。に、砂糖、小さじ2分の1ぐらいかな。そしたら、軽くすり込んであげてください。これしてあげるとね、鶏胸が水分を含んでしっとり仕上がるようになるんで、この作業をやってあげてください。はい。軽くすり込んであげる。で、今回はお手軽にね、簡単に作れる蒸し鶏の作り方なんですけど、もうね、極上の鶏ハム的な感じがね、皆さん目指しているんだったら、一応ね、そちらもね、概要欄に貼っとくので、そちら参考にしてみてください。それもう、めちゃくちゃ美味しいので。今日はあくまでも、お手軽に簡単に作れて、美味しいっていう感じです。で、ここに、大さじ1のお酒。を入れたら、軽く蓋、置いてあげるだけですね。軽く蓋を置いてあげて、これで500ワットで3分間、レンジでチンします。では、まず3分間、レンチンしたらこんな感じですね。見るとわかるんですけど、まだピンク色なんですよ。そしたら、こちらを、裏返しにして、さらに500ワットで2分チンしてください。で、伝え忘れたんですけども、よりね、しっとりさせたい方は、ここに少し片栗粉を入れてまぶしてあげると、さらにしっとりして美味しくなるんですけど、今回は超低糖質っていうところを目指してるんで、まあこれでもね、本当に十分美味しいんですけど、よりね、しっとりさせたい方は、片栗粉を少しまぶしてあげてください。はい。じゃあ、ちょっと、さらに500ワットで2分チンします。では、さらに2分チンした状態開けます。はい。こんな感じですね。で、今、開けちゃったんですけど、本当はこれ開けずにこのまんま、あとは余熱でね、ゆっくり火を通したいんで、このまま放置しといてください。では、続いてこちら、長ネギ。こちらをね、カットしたいと思います。で、同じまな板を使う場合はね、先に鶏肉切ってるんで、まな板きれいにしてから使ってあげてください。それから別のね、野菜とね、お肉で分けてる方は野菜用で使ってあげてください。このね、先端の部分だけちょっとカットして、そしたら薄切りにね、カットしてほしいんですけど、僕はスライサー使っちゃいます。ここで水にね、さらしながら辛みを取って、まあこれはね、お好み量なんですけど、僕はもう半分ぐらい使っちゃおうかなと思ってます。いやでもね、これ、長ネギ入れるとね、美味しいんですよ。で、今回は長ネギ使ってるんですけど、新玉とかでもね、すごい美味しいですよ。で、これ、お水に浸して、辛み取っときます。きゅうり2本と人参1本。人参は皮むきます。で、ここの、わかるかな？この超先端のとこだけ、ここだけほんの少しだけ、カットしてあげて、で、水洗いしたきゅうりも、先端の方だけ、ちょこっとカットしてあげて、これは、細切りにしていきます。僕はね、いつも通りスライサーで。
で、今回、もうタレがね、もう本当に美味しいんで、人参とか、きゅうりはもちろんなんですけど、もやしとかね、そういうのにも合いますし、で、今回鶏胸肉使ってるんですけど、今回超低糖質っていうのをね、目指して作ってるんで、鶏胸肉使ってるんですけど、鶏ささみでももちろん美味しいですし、あと、豚肉とかも美味しいですし、おすすめは、魚介。マジで美味しいです。タコ、ホタテ、イカはもう超絶美味しいです。ぜひ、お給料が出た際は、そういうちょっと豪華なシーフード系も試してみてください。シーフードだったらね、下茹でしてでもいいですし、お刺身とかのね、そのまんま使ってもめちゃくちゃ美味しいんで、それだったらもう和えるだけでできちゃうんで、もっと早く終わります。で、これのね、根元の部分はね、危ないので、ここからは包丁で細切りにカットするか、それか僕はね、たまに野菜スティックみたいにして、マヨネーズでも食べちゃったりもするし、あとは動物たちが食べるんで、動物たちにあげたりします。こんな感じかな。細切りにするとこんな感じになります。では全部ね、細切り終わったら、普段だったらね、こちらに塩を振って、余分な水分取ったりするんですけど、今回はね、水分も考慮して、めちゃくちゃ美味しいタレ作るので、その必要もないです。はい、これで、とりあえず、材料の下準備は終わりです。続いて、絶品のタレ作っていきます。では、タレ作っていこうと思うんですけど、まずは、お酢。こちらを大さじ1。続いてこちら、醤油。こちらを大さじ2分の1。はい。続いて、ごま油。はい。これはね、濃いごま油なんですけど、濃いごま油だとね、ちょっとね、濃厚で美味しいですよ。どちらでも大丈夫です。こちらは大さじ1。ごま油大さじ1。続いてこちら、コチュジャンですね。コチュジャンも大さじ1。これぐらいね、大さじ1。続いてがこちらです。豆板醤。こちらを小さじ2。ピリ辛程度でそんなに辛くないんですけど、本当に辛いのが苦手な方はこちら普通のお味噌でも大丈夫です。1。小さじ2。続いてがおろしにんにく。こちらをこれぐらいかな。小さじ2分の1ぐらいかな。はい。続いてお砂糖。お砂糖を大さじ2分の1。で、ここでなんですけど、さらに糖質を抑えたい方は、糖質を抑えてる方だったらご存知だと思うんですけど、こういうね、ラカントとか使っても OK です。続いてこちら、すりごまです。小さじ1以上は入れてほしいね。やっぱ、すりごまとか入れるとね、コクが出て美味しくなるんですよね。ごまの風味はいいですよ、入れた方が。続いてこちらが、いりごま。すりごまプラスね、ごまも入れます。いりごまも。これもたっぷり。量で言うとこれぐらいかな。はい。最低でも小さじ1ぐらいは入れてあげてほしい。最後にブラックペッパー、味を締めるためにね、これもたっぷり。お好み量だけど僕は結構たっぷり入れます。そしたら混ぜ合わせます。このタレ、今回の野菜とか鶏胸肉の量に合わせて作ってるんだけど、たくさん作っといてサラダにかけても美味しいし、豚しゃぶとかにかけてだけでも美味しいし、ほんと何にでも使えるんで、ぜひいっぱい作っといてもいいと思いますよ。めっちゃ美味しいから、このタレ。やっぱね、ほんの少しね、このね、酸味、お酢の酸味が入ってるとね、めちゃくちゃ食が進むんですよね。タレバッチシです。では、そうこうしてるうちに、鶏肉がね、いい感じに火通ってると思うので、はい。こんな感じですね。取ってあげて、で、今回僕使わないんですけど、このお汁もね、鶏肉の旨味がいっぱい出てて美味しいので、スープとかもね、作ったりする場合はね、こちらのね、お汁入れてあげると、ほら、鶏肉の旨味がいっぱい出てるんで、いいと思います。今回はちょっと使わないです。そしたら、胸肉を裂いていくんですけども、適当にね、カットして、いい感じだね。分厚いところもちゃんと火が通ってる。で、できるだけね、短い時間加熱してあげる方が
鶏肉からね、水分が逃げないでよりしっとり出来上がるんですけど、なので、3分、2分でやってるんですけど、もし、こう、切ってみてね、少しピンク色っぽいなっていう部分があったら、その時はね、さらに少し加熱してあげてください。30秒ずつぐらい。そしたら、これ、裂いていきます。こう、繊維に沿ってやると簡単にこう、裂けるんで、こんな感じで。これかな。繊維に沿って、こんな感じで。で、今回の料理はね、もちろんね、これでもしっとりしててすごく美味しいんだけど、めちゃくちゃしっとりしてるっていうよりは、多少ね、鶏胸らしさもあった方が、味付けがしっかりしてるんで美味しいと思いますよ。これくらいですね。これくらいいい感じに細かく裂けたら、あとはタレに全部入れていきます。さっきの細切りにしたきゅうりと人参も全部入れます。水にさらした長ネギもね、軽く水を絞って入れてください。そしたらあとは和えるだけです。こんな感じでね、いい感じに和え終わったら、こちらでね、完成でございます。で、あとはお好みでね、もっと辛いのが食べたいっていう方は、一味唐辛子とかね、韓国唐辛子かけてあげると、もうめちゃくちゃ美味しいです。はい。ということで、こちらで、鶏胸肉の無限やみつきサラダ完成でございます。はい。じゃあ、早速、実食していきたいと思います。一つ言わせた。で、これ作り終わった後に、時間が経つと、どんどんね、きゅうりとかね、人参からね、水分が出てくるんですよ。なので、その日のうちにね、食べてもらえるのが一番いいんですけど、次の日経ってもかき混ぜてあげればね、普通に食べられますので、そんな感じでございます。食べる時にちょっと水分絞ってあげるとかって感じで食べてあげれば、3日ぐらいはね、作り置きでも食べられるんで、ぜひ皆さん作ってみてください。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。これはもう、お酒ですよ。知ってるんだ、もうめっちゃうまいんだ、これ。では、はい、乾杯。いただきます。うまっ。もう口に入れた瞬間うまい。ね、見た目結構赤っぽくなってると思うんですけど、お子さんでも全然食べられるぐらいの辛さだもんね。うまっ。やっぱ自分で言うのもなんだけど、味付けが本当に美味しい。これおつまみとかにもいいけど、全然ご飯のおかずにもなるレベルなんだよね。そうだね。めっちゃうまい。もう一盛り目が終わっちゃった。ちょっともうちょっともらいます。本当にうまいし、結構本当野菜も多いからさ、相当体にもいいと思うんだよね。本当美味しい。本当に美味しいね。マジでうまい。やっぱこのさ、この胸肉のこのお肉の味もいいんだけどさ、やっぱシャキシャキしているさ、野菜の食感がいいじゃん。でさ、キュウリ苦手な人って結構いるじゃん、身の回りにも。でもこの味付けだったら全然キュウリのなんていうんだろう、キュウリの香りっていうのはそんなしないから、絶対食べられると思う。超絶業。マジでこれ好き。で、僕の場合結構生野菜がめっちゃ苦手なんですけど、めっちゃっていうか、食べないな。好んで食べないっていう感じかな。なんだけど、これはもう好んで食べたくなるぐらい、本当に生野菜も美味しく食べられるし、何より、さっきこうちゃんが言ってたけど、これ、塩もみしてないんですよね。だけど味付けがしっかりしてるし、香りもいいから、本当にこの野菜の、青臭さみたいなのが全く気にならないんだよね。なのにこのシャキシャキ感を味わえるから、めっちゃいいと思う。うまっ。ほんとこの味付けだったらさ、かさ増しだったらもやしとか入れてもいいと思うしさ、何にでも合うと思う、ほんとにもう。これ酒飲みにはたまんないよ。たまんないね。本当に。居酒屋さんに出たら、突き出しでいきなしこれ出されたら、もうこのお店はもう 100% うまいなって思うよね。これで作りで作ってるんだったら間違いねえなって思うね。うまい、マジで。
これってもう今日作ったのこれの場合？さっきのやつがもうこのスピードでなくなるからね。こうちゃんがね、これほんと大好きで、この味付けが。で、今回鶏胸でやってるんだけど、動画でも言った通り、もう魚介がね、で作るとね、マジでうまいんですよ、これ。お給料入った時とかはね。ホタテとかね。ホタテとタコとイカでね、最高の。マジで美味しい。うわ、うまいわ。もうこの小皿に取る意味もないよね。こうやって本当に美味しい。野菜のじゃあマジでビールがめっちゃ進む。これ進むだろうね、これ。ハイボールとかでもいいんだろうね。ハイボールも最高だと思うよ。ということで、本日はですね、チンして和えるだけでとても簡単にできる鶏胸肉の無限やみつきサラダを作らせていただいたんですけども、やっぱね、このね、もう自分で言うのもなんなんですけど、このね、このうま辛なね、このソースがね、ほんと何にでも合うソースでめっちゃうまいんですよ。で、こうちゃんが多分好きな理由って、ほんの少しこの酸味があるんですよね。この酸味があることになって、いくらでも食べられる。もうずっともう、美味しいんだよね、飽きずに食べられてさっぱり食べられるから美味しいっていうのもあるし、こうちゃんみたいにお酢が好きな方もう大さじ1お酢足してもすごく美味しいと思います。で、辛いのが好きな方は、で、今回のやつはちょっとピリ辛でお子様でも食べられるぐらいのピリ辛さなんですけど、韓国唐辛子とか、ああいうのを入れてね、もっとね、辛くしたりとかすると、もうそれはそれでめちゃくちゃ、もう旨味があるんでちゃんと負けない美味しさになると思うんで、ぜひ試してほしいなと思います。本当に美味しかったです。美味しかった。はい。はい。ということで、本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。